事業を立ち上げるっていうので、仕事を辞めて、これ本気でやりますっていう人と、副業でやってますっていう人で比較して、どちらの方がその事業がうまくいっているか試験した結果、副業で立ち上げた人たちの方がうまくいっている確率が高い。タイトル回収しちゃいますけど、独立より副業の方が成功率が高いっていうのなんですけど、で、これがもともとウィスコンシン大学かなんかで2014年とかだったかなに中で研究したやつがあって、要するにその事業を立ち上げるっていうので仕事を辞めて、これ本気でやりますっていう人と、副業でやってますっていう人で比較して、どちらの方がその事業がうまくいっているかっていうのを追跡して試験した結果、副業で立ち上げた人たちの方がうまくいっている確率が高いっていうのが分かったんですよ。で、これがなぜなのかっていうんですけど、まず、本業がある人っていうのは、その副業がそんなにその頑張らなくてもいいので、その割と他の人がやってないとか、やる価値があるとか、利益率が高いとか、要はその生活のために無茶をしなくていいっていうところで副業が始まったりするんですよ。例えばじゃあそのサラリーマンをやってますと。で、じゃあそのめちゃめちゃ美味しいドーナツを作りますみたいなとか言った時に、そのドーナツをめちゃめちゃ美味しいものを作ったとして、確かに美味しいんだけど、普通ドーナツ買って食わないじゃん。なんか、なんか、そのドーナツ、これ美味しいよって渡されたら確かに食って美味しいねってなるんだけど、美味しいドーナツあるかなって言って、なんか街をこう徘徊して、ドーナツ屋があったら入って必ず食べるみたいな人は少ないのよ。なので、美味しいドーナツを作ったとしても、そのドーナツ美味しいよねっていうのが、ある程度その街だったり、そのなんかネット上とかで広まって、それなりに買われるようになるまでは、やっぱり時間が必要なんですよ。で、広告費バンバン、なんか CM 打てばいいじゃんっていうやり方もあるんだけど、それやって、あんまり美味しくないとそのまま廃れちゃうっていうのがあって、なので、ちょっとずつパンを増やすっていうのが必要なので、なので、土日だけドーナツ屋さんをやってますと。なので、その知り合いのパン屋さんに置かせてもらいますみたいな。で、そうすると、あのパン屋にいたらあのドーナツ美味しいよって思う人が、その10人、100人、1000人ってちょっとずつ増えてきて、で、1000人、2000人ぐらいになった時に、じゃあドーナツ屋として立ち上げますってやって、そうすると毎日20人ぐらいお客さんが来てくれるから、あ、結構成立するよねっていう形で、その知名度とブランドっていうのを冷静にちょっとずつ準備できるんですよ。で、じゃあ全く同じ美味しいドーナツを作る能力がある人が、いきなりじゃあドーナツ屋始めますって言って、始めました。で、お客さん10人来ました。もう赤字なんですよ。でも家賃払えないし、で、そこのじゃあドーナツ屋さんのそのなんか機材とかっていうのは、お金払わなきゃいけないし、で、従業員無料ねっていうので、で、自分の生活費もあるから、そうするともうドーナツなんかやってる場合じゃねえよ。とりあえずパン作るかみたいな、なんかどこにでもあるようなコスパのいいパンを作って、ひとまず回すみたいになるんですけど、そうすると、そこそこなんか、給料分ぐらいは稼げるんだけど、このパン屋超美味しいからっていう形で、その口コミが広がるっていう形にならないんですよね。いや、美味しいのはドーナツだから。なので、ちゃんとじわじわと自分のブランドを立てるとか、自分が自信のあるものだけで勝負をするっていう形で、得意なところに注力するっていうのになると、やっぱり生活に余裕がないとできないんですよ。なので、生活に余裕があるっていう状態で本業があって、なので生活はそれで賄ってますと。なので、ドーナツを、ひたすら美味しいドーナツをちょっとずつ作って、ちょっとずつファンを増やすんやっていう人の方が結果としてうまくいくっていう。なので、副業でやった方が結果としてうまくいくんですよっていう話なんですけど、この質問で言うトリマーだと僕逆だと思っていて、要はめちゃくちゃ腕のいいトリマーだから3倍のお金を払うってないじゃないですか。接触があるとすいません。要はトリマーさん頼むときって家の近所の人に頼んじゃうんですよ。要はなんか車で1時間のところのトリマー頼みに行くってあんまりないじゃないですか。そのカリスマトリマーとかでも別なんですけど、なんでそうするとめちゃめちゃうまいとかっていうのでもやっぱいい金額取れないんですよね。なのでいい金額を取ろうとするとブランドを高めるとかになるんですけど、トリマーにブランドって僕が知る限りほとんど成立しないと思うんですよ。要は美容師とかだとカリスマ美容師みたいなのがあって、なんか3倍とか5倍とかのお金取ったりするんですけど、そのカリスマトリマーに切ってもらったから、この犬の値段なんか5倍して、実はこれ5万円かかったんだよって言われた時に、すごいってなるより、こいつアホじゃねっていうふうに思われちゃうんですよ。なので、そのトリマーの場合、いくら努力をしたとしても、3倍とか5倍のお金が取れない。なんで結果として労働集約型産業になっちゃうんですよ。
でその差が分からないから、じゃあもう安い学生使って、ひたすら安かろう悪かろうで回してる方が、結果として売り上げが高くなるよね。なので、そのトリマーを副業としてやるっていうのは僕はあんまりうまくいかないし、本業としてやるっていうのもそんなにうまくいかないんじゃないかなというふうに思ったりします。はい。整体院開業して4ヶ月せず、売上はまだ安定しませんが、顧客数は毎月増えています。新規顧客より離脱が少ないためです。経営方法に間違いありませんでしょうか？全然正しいんじゃないですか？また平日の新規を増やすアイデアもよろしくお願いします。あわよくば値段を上げるためのサブメニューを増やした方がいいんじゃないかなと思います。結局その新規を一生懸命増やしても、肉体労働をずっとし続けているので、ずっと自分の労働時間が高いまま、長いままになっちゃうんですよ。で、なるべくそのオプションをつけることで、客単価、時間あたりの単価をちょっとずつ上げるっていうので、例えばそのなんか、この枕使うと、そのなんか、寝るときにその背骨の位置が、なんか良くなるからいいですよとか、なんかその寝るときにこれ、なんか湯たんぽ使うと、あったかいから、なんかそんなにこう、なんか冷え性とかにいいですよとか、何かその一緒に売れるものとかオプションとかをつけて、なるべくその、同じ時間で仕事をしても単価が上がるというのを意識してみてください。僕が言ったことは全然間違ってるかもしれないですけど、ただなんか、こういうのがやったら払ってくれるとか買ってくれるものあるよねっていうので、ちょっとずつ単価を上げていくっていうのをやることで、同じ仕事をしてちょっとずつ収入が上がるようにするっていうので、単価が上がってくると、人を雇っても、その人にそれなりの給料を与えてたとしても、ちゃんとその、雇い続けられるっていうのができるので、そうすると自分が働かないでもそれなりに収入になるし、で、さらにお客さんも増やして自分がやるっていうパターンもできるし、別店舗を増やすとかっていうのもできたりするので、単価を上げるっていうのを意識してください。あの、日本の人たちが結構やらないんですけど、その飲食店とかも同じ値段でなんか、なんか30年前から同じ値段でやってますとかを自慢げに言うっていうのをやってるんですけど、今後それをやっていくところって確実に厳しくなっちゃうんですよね。要はその、肉体労働をやってくれる人間というのがだんだん減っていきますっていうのと、あとその、海外からそれなりにお金を払ってくれる人がいるんですけど、日本人というのはどんどん貧乏になって人口は減っていきますっていうのは残念ながら事実なんですよ。なので、その50歳です、60歳です、もう引退間近です、今のまで通りやりますは、引退間近だらいいと思うんですけど、30年、40年以上働くというのであれば、物価の上昇よりも自分の給料が高くなるという構造を作っていかないと、じわじわと貧乏になります。要は、物価が今のところ2%ずつ上がっていくので、なので、給料が2%ずつ上がっていかないと、じわじわ貧乏になるんですよ。で、給料2%ずつ上がるということでいくと、多分売上が3%、4%ずつぐらい上がっていくっていう形にしないと、給料2%っていうのは維持できないんですよ。で、そうすると、じゃあ売上3%、4%年間上げていくっていうのは、やっぱり何か単価を上げるっていうアイデアとか意識を、もしくはちょっとずつ労働時間のやつがなりがちなんですけど、っていうのをやらなきゃいけないんですよ。ただ、労働時間を伸ばすは限界があるんですよ。ぱりその年を取れば取るほど長時間労働できなくなるし、労働時間を伸ばして売り上げを確保すると、人が雇えなくなっちゃうんですよ。なので、いざという時に自分が倒れたら、もう会社ごと潰れちゃうとかってなっちゃうので、なので、どこかで売り上げを上げるというのの、その会社の人とかって結構売り上げ上げる、上げていくって当たり前になるんですけど、客商売をやる人って、日本の場合飲食店とか、売り上げ、単価を上げていくっていうのはあんまり意識しないので、なので、今後30年以上働くのであれば、単価を上げるというのをちゃんと意識した商売の方がうまくいくんじゃないかなと思います。